では、本日はよろしくお願いします。ちょっと本当かなりこんな感じでちょっと気合い入れてきて、だいたい90分ぐらいを予想してるんですけど、全然都度質問とかしてください。今回は僕はその角砥石ですね。研ぎっていうと、業界からしたらこの円砥石の研ぎも研ぎっていうので、ただ角砥石っていうのはエンドユーザー、料理人とか最後包丁を買う人が自分で研ぎをする砥石、この角砥石で研ぎっていう、基礎ですね。基礎から本当に応用です。綺麗に研ぐためにはどうしたらいいかとかで、やっぱ一番質問が多いのって結局1本どれ選んだらいいとか、どういう刃付けしたらいいっていうのが一番気になると思うので、本当に1本万能に使いたい人向けのもう具体的な刃付けの仕方っていうのをお伝えしたりで、正解を知るためにはどうしたらいいとか、よくある質問っていうのを、今回は説明していきます。特に朝原さんと伊勢亀くんとか、包丁研ぎをする人、研ぎサービスしてる人、刃物屋さんですねがよくある失敗例とか、よく僕が聞かれることっていうのを言います。よくある失敗例として、薄めすぎ、ベタ研ぎのみ、良かれと思って形を修正してしまう、傷をつけてしまう、柄を汚してしまう、で自分の好みの鋼材を進めてしまう。これは完全に、切れ味を重視してる人は薄めすぎたりとかベタ研ぎにしがちです。でも実際はそうではない。包丁に限ってはそれは NG ですよってことを今回の動画見れば分かります。だったりとか、研ぎだけをする人からよくある質問で、小刃ってどこまで薄めればいいですかとか、砥石何番まで当ててますかとか、5対5で研ぐべきですかとか、しのぎなしの包丁はどこから肉抜きしたらいいですか、切り刃をどこまで当てたらいいですかとか、あと研ぐタイミングってどのくらいですかっていうのはよくある質問だし気になると思います。シャープナーと角砥石のじゃあ違いは何かってことも説明するので、シャープナーだけで満足してる人は角砥石で研ぐと、全然違うってことを分かると思います。これを伝えてあげるだけで、砥石で研ぐべきだなってことが分かるので、帰りが出たイコール、刃先まで砥石が当たりましたよってことじゃないですか。はい。ただよく言われるのが、帰りが出るまで研ぎましょうって言われますよね、包丁研ぎの人って。でも確かに帰りが出たイコール刃先まで砥石が当たったはこれはイコールなんですけど、注意しなきゃいけないのが、帰りが出ても終わってはいけない場合があります。これ落とし穴で、包丁ってよく使う部分ってあるんですよ。特に多くの人は大体ここですね。この R の強い部分とこの刃元の部分、ここら辺よく使います。人によって違います。じゃあどういうことかっていうと、よく使う部分って一番消耗してる部分、一番丸くなってる部分、逆に使わない部分は全然丸くなってない、鋭利のままって感じですね。つまり消耗している部分っていうのはなかなか帰りが出ない。なかなか帰りが出ないってことはたくさん研ぎます。で消耗していない部分はすぐ帰りが出ます。もともと鋭利で全然消耗してないので。ってことは全然研がないってことになります。これをやり続けるとどうなるかっていうと、つる首って言われるこれになりますよね。この状態よく見かけると思います。これが生まれてしまいます。なので刃線って言うんですけど、刃線が乱れないために帰りが出たとしても最も消耗している部分に合わせて刃渡り全体をバランスよく研ぐ。なので刃線を見ながら研ぐことですね。はい。なのでこういう状態ですね。これ刃線が崩れてる状態。はい。こういう見方をして刃線を崩れないように研ぐってことです。お二人って帰り説明するときもう触らせてます？やっぱそれが一番いいですよね。ただ文章とか要は触らせれない環境だったら、僕言ってんのは、例えば髪の毛1本ここに落ちてるとして、それをこう取ろうとする時のその引っかかり具合みたいな、そんなかすかなイメージっていうと分かりやすいですね。はい。もう本当にかすかな、なんかあるなみたいな感じです。それが出たらいいって感じですね。で包丁の刃角っていうのは30から40度です。両刃の場合はつまり片方15から20、片方15から20にしたら合計値が30から40。片刃包丁の場合は裏面は0度なので片方で30から40ってことになります。だからどのくらい寝かせるかっていうと、こういう感じですよね。両刃の方が寝かせます。片刃の方が鈍角に立てます。なので僕がすごい伝えたいのは、よく10円玉2枚挟んだ角度ですよって言われると思うんですけど、それって包丁の幅によって全然変わるの分かりますよね。ペティだったら相当鈍角になるので、はい、逆に牛刀広い包丁だったら相当鋭角になっちゃうので、そういう考え方じゃなくて数字で覚えてほしいです。はい。でその角度を決めるコツ、じゃあ数字は分かったけどその角度が分からない、そのどう角度つけたらいいか分からない、それが難しいんじゃってね人が多いんですけど、そのコツがあります。前一度説明しましたけど、砥石に対して1回もう90度で真ん中、45度で、その間 22.5 度って感じで、大体の人は真ん中はできるんで、
間ちょい下かなとかってやればだいたいその30から40に収まるような感じになるので、はい、こういう教え方をするといいと思います。ちょっと1個アイテムを紹介します。これ、20、15、40、30、40って書いてあるんですけど、例えばじゃあ両刃包丁を片方20度にして合計値40度にした場合は、砥石があったとしたらここを置いて包丁をここにやってペッてやったら20度になるんですよ。だからこういうアイテムを考えました。だから30から40の中でもプロからしたら全然違うんですよ。31、32、33、34で調整していきたいんで、もちろん30の方が切れ味いいです。40の方がかけにくいですっていう感じで、包丁によって種類破格変えたいんで、そういう時にすごい便利なアイテムです。ではシャープナーと格砥石の違いいきます。シャープナーというのはもう刃先だけしか研がない。つまり新品の状態、これ見てほしいんですけど、新品の最初の状態で刃先丸く使ってて切れなくなった。シャープナー使って鋭角研ぎました。でまた使って丸くなる。で、今の状態がこういう状態ですね。では、これシャープナー格砥石でもこの研ぎってもちろんできます。シャープナーの研ぎでも格砥石ができることっていうのはこの側面も研げるっていうことなんですよね。はい、なので格砥石で研ぐといい魅力っていうのが、まず一番はやっぱ側面を研げる。つまり抜け感っていうんですけど、食材を切った時にスッっていう抜ける感覚、食材が割れにくいとか感じですね。正直世の中の一般の人って切れ味の良さってこれだと思います。抜けの良さ。刃先が切れるは当たり前として、切れ味のいい包丁何ですかって言われた時に僕が思うのはやっぱ抜けの良さだと思ってます。多くの人が感動するのは、はい、なんでこの抜け感を変えれる。シャープナーは抜け感変えれないです。もう刃先しか研がないので。あと格砥石ですね。角度を変えれます。シャープナーっていうのは中にコマが入ってても角度固定なので、砥石っていうのは自分で角度を決めれる。さっき言った30から40の中で30寄りにもできるし40寄りにもできる。はい、であと型場風に研げる。これは後ほど型場の魅力を説明するんですけど、別に5対5で研ぐ必要ないんで10対0でもいいし7対3でもいいしっていう、それを好みで変えられる。であとこれも最大の魅力ですね。番手を選べる。シャープナー、世の中に売ってるシャープナーって結構粗いじゃないですか。はい、もう800番で終わりとかなので、でも格砥石はもういけば1万番とか番手を選んで滑らかな切れ味にできるっていうのがすごい魅力ですね。はい、これが違いです。研ぎ講習来てくれる人でも覚えてほしい言葉が基本的に2つあると思ってて、この切り刃と、刃先小刃のことですね。切り刃と小刃はよく出るんで研ぐ場所なので、これもあんまり知らない人多いんですけど、包丁はもう2枚刃ってことを知らない人が多いです。調理師学校でも2枚刃教えないので、調理師学校はもう1枚刃でそのまま行くんで、なんで包丁は2枚刃ですよってことを先に、結構そこ分かんない人、料理人でも分かんない人多いので、先にそれ伝えてあげると後々の説明が楽になったりします。多分混乱するんですよ。って。なんで包丁は2枚刃ですよ、刃先と切り刃っていう考え方が2種類あるってことを伝えるといいと思います。はい、なんでイコールですけど、刃先を研ぐということはもう刃をつけるってことですね。はい、シャープナーだけの研ぎ。切り刃を研ぐっていうのは肉抜きをする。人間でいうとダイエットさせるみたいなイメージです。はい、で今ちょっと話に出た、じゃあ二段刃の必要性、小刃ですね。二段刃の必要性を聞かれることあるんですけど、一枚刃の刃物っていうのは、じゃあカンナとかノミって大工道具一枚刃じゃないですか。あれってなんで成立してるかっていうと、そもそも厚みが峰厚めっちゃ厚いじゃないですか。カンナもあれも。でも包丁ってめっちゃ薄いんですよね、他の刃物と比べて。そもそも峰厚が。だからその峰厚のまま一枚刃でいっちゃうと、もう10度以下とか、約10度ぐらいになっちゃって、それって食材が相手だと負けちゃうんですよ。例えばじゃあこの一枚刃でいったとします。だいたい破格が11度12度ぐらいなったとして、それでリンゴ切ったとしたらリンゴの種で負けますっていうことになっちゃうんで、もう包丁は2枚刃が当たり前です。ハマグリ刃を除いてですよ。ハマグリはこうねなって、最終的にそれが30から40いってるだけで 1枚ですけど、ちょっとハマグリは除いてそういう構造になってます、包丁は。ではここでちょっと両刃と片刃の特徴の違いを言います。片刃包丁が和包丁がすごい切れるって言われてる理由は、裏面が0度ってことにあって、両刃
包丁で例えばじゃあ青ネギを刻みネギするとしましょう。両刃で切った場合って絶対ちょっと厚くなっちゃうんですよ。薄く切れないんですね、片刃に比べると。はい、大工さんとか DIY やる人、飲みカンナ使ったことある人はもうすぐ分かるんですけど、片刃じゃないと成形できないんですよね。例えばじゃあ人参でもう正方形のサイコロ作ってくださいって言われた時に片刃じゃないとできないんですよ。側面が邪魔しちゃうので、青ネギを切った時に絶対その切られる側をこすりつけるんですね、強く。でも片刃の場合は左が動かないんで、そうです、左側が動かないんで、そのまま切ってもこっちは何も影響されず、技術次第で薄く切っていける。だからこれが片刃の最大の魅力です。だから片刃は大工道具と同様、端から薄く切るってのに適してて、ぶつ切りは適してないんですよ。端から何かを切る、だから剥くとかかつら剥きとかへぎ切りとか、だから片刃じゃないと繊細な切り物はしにくいです。片刃の方が圧倒的に優れてます。では次いきますね。はい、ではここもよく結局ここからここにたどり着けばその工程って一応自由っちゃ自由なんですよ。ただこれをするための僕なりに今たどり着いた研ぎ方の流れを説明します。はい、もうどんな包丁でもです。これ基本もうどんな包丁でも刃先の研ぎをしてその後切り刃の研ぎです。調理師学校行った人とか、料理人とかはこれ逆な方が多いです。こう教わんないので、例えば切り刃の研ぎして最後糸刃つけるとかって方が多いですけど、僕逆です。まず刃先を研いでからもうあらかじめ刃をつけちゃって、であとは肉抜き、切り刃研いで好みの厚みまで、これが僕はいいと思ってて、これを推奨してます。その理由もお伝えしますね。なので僕の研ぎ方っていうのは切れない状態がありました。で表研いで裏研ぎます。はい、この状態ですね。もうこの時点で切れる状態なんですよ。刃物と包丁としては使えます。はい、でそこからまずこれを作ってしまってから初めて側面を研ぐ、切り刃を研ぐってことですね。この研ぎ方のメリットを言います。刃線が整う、破れる心配がない、現実的。まず刃線が整うのに関しては刃付けで研いだ方が絶対刃線って整いやすいですよね。寝かせて研ぐともう刃線乱れます。はい、安いです。難しいです。で破れる心配がない、これ僕らもう薄くなりすぎてもうピラピラになったやつ破れるって言ってるんですけど、この破れるリスクがないです。この研ぎ方の順番だと。この辺は理解できますかね。はい、で次現実的っていうのは、包丁でかけにくくさせるための包丁で出刃包丁とか、あれって小刃結構厚くつけるんですよ。もう1ミリとか。もしじゃあその出刃包丁を切り刃研いで返りが出るまで研ぎましょうっていう考え方だったら、すっごい気が遠くなりますよね。現実的じゃないんですよ。じゃあ小刃なくして切り刃のまま返りが出るまで研いで、でまた同じ厚みをつけるってなったらもったいないし、そんな気が遠くなる作業なんで、そもそも現実的じゃないです。なのでもう刃をつけてしまって、その後小刃を薄めるって作業を僕は推奨してます。これ僕がこのヒントを得たのは、普通に包丁屋さん、鍛冶屋さんとか研ぎ屋さん見た時にまず形を作るじゃないですか。形作って薄めるが基本じゃないですか。包丁研ぎも一緒だと思って、形を作ってから薄める。はい、別に薄めて刃をつけるじゃなくて、まず刃をつけて形を作って薄める方が現実的だし、失敗しにくいし、デメリットは思いつかないですね、これにした時の。ただここの順番で多分2人気になると思うのが、別にこの時にこれですね、例えば、片刃で分かりやすく言うと、片刃の場合も一緒です。切れない状態からもう刃をつけます。小刃をつけます。小刃をついで裏押しします。裏を研ぐ。で返りを研いだらもうこの時点で一応完成っちゃ完成なんですよ。その切れる状態にはなります。でそこから好みの厚みまで抜くために切り刃を研ぎます。で小刃を乗り越えないようにっていうのは、小刃を乗り越えてしまったイコール刃線が乱れるなので、小刃は常に認識しながら、小刃はある状態で切り刃を進めていくっていう感じですると、絶対に刃線が来ることは 100% ないです。はい、小刃を乗り越えなければですね。でここの部分で気になる人多いと思うんですけど、例えばもうこの時点で最終刃付けまでしちゃうのか、どの番手まで当てるのかとか、この後に
最終糸刃付けとかしてもいいのかとか気になると思うんですけど、別に何でもいいです。この段階で最終刃付けしてもいいし、とりあえず旋盤まで当てといて切り刃研いで肉抜きを終わらせた後に最終刃付けしてもいいんです。ここはもう自由というか何でもいいです。はい、ただコツは旋盤とかだと目がいい人はいいんですけど、仕上げまでここで当てちゃった方が刃先って光るじゃないですか。光ってた方がコバ見えやすいですよね。はい、なんで慣れないうちは、コバ光らせてちゃんとコバを確認しながら研ぐっていうのを練習した方がいいですね。どうしても旋盤とか荒砥だけだと曇るんで光らないんで、ちょっと乗り越えてしまう可能性があるって意味で、慣れないうちは最初もう完全に光らしちゃった方がいいですか。はい。がっつり切り刃を例えば研ぎたいなっていうパターンの時って、もうコバってがっつりつけないと乗り越えちゃうですちゃいますよね。はい。それは荒でがっつりつけるっていうことはしない。状況によりしますよ。全然します。新品の包丁とか掛けがある刃こぼれある状態はもう荒からやりますね。ですよね。はい。じゃないとすぐまた乗り越えて、そうですもう二度手間がずっとそうです。でも慣れないうちはとりあえずコバつけすぎると逆にちょっと後から大変なので、最初のうちは薄めにコバつけといて消えそうになったらまたコバつけるっていう繰り返しの方が効率いいというか、後から大変な思いはしなくて済む。最初思いっきりつけちゃうとね、つけすぎちゃったら大変なんで。あとやっぱ研ぐ人によって、仮に言ったら、はい、彼がお客さんだったとして、お客さんがこうやっててで全くコバが消えません、がっつり残ってる、めっちゃ太いコバが残ってるパターンがあるんですよ。でそれで当たりませんってなって、じゃあちょっとやりますねって僕たちがやるとすぐ出るんですよ。これってやっぱお客さんの角度が違うってことですね。角度とやっぱ研ぐ人によってそれは変わってきます。はい。包丁って当たり前ですけど峰側の方が重いんですよ。もう何も考えず砥石に当てたら峰に体重かかるというか、僕らはもう刃先を研ぎたいって分かってるんで自然とこうひねりながら刃先に力を当てて切り当てて研ぐようにするんですけど、一般の人はその感覚が分かんないんで、もう同じような力で押したら絶対峰が広がる一方なんですね。刃先にあんまりいかないし、しかも軟鉄の方が絶対削れやすいんで、その違いでその素人の人がやったらもう刃先全然薄まらないみたいな。そうです。その場合どういう感じで教えるのはもうその今のを話をして、ただやり方としては結構親指にこう力入れたら刃先に行くのと、あと押す時に力入れると刃先が削れやすいです。押す時にそうです。こう動いてて前につく時に力を入れる、引く時は力弱くただ引くだけ。この研ぎやると刃先が削れやすいんで。います。そう、はい、多いです。では次いきますね。ここを見てほしいんですけど、僕研ぎ直しサービスする時に最後、納品書というかこういう砥石使いましたみたいなことを紙で添えてるんですけど、例えば例です。以下使用した砥石ですってことを書いて、これ順番ですね。1番から、最初1000番で刃付けしました。次8000番で裏押ししました。なんで今ここですね。もうでその後もうあと切り刃です。400番で切り刃研ぐ、500番で切り刃研ぐ、1000番で切り刃研ぐ、2000番で切り刃研ぐ、でその後2000番でちょっと最終刃付けですね。この後です。2000番で刃付け、5000番で刃付け、8000番で刃付けで8000番で裏押し、こういう順番になります。僕が普段やってる順番は。全然7から10がこの2の次いっちゃってもいいです。別に。はい。裏は8000番でしか当てないんですか？僕の場合はだいたい裏が崩れてるものとか荒かったら例えば3000番からとかですけど、もうある程度綺麗なやつはもうできるだけ仕上げですね。裏は広げらなければ広げないほどいいので、2ミリは本当広げすぎぐらいなイメージです。じゃあこっち仮に400番とかで研いでもこっちは8000番だけでいくんですね。そうです。はい。大事なのって切れ味でおいてすごい大事なのってその刃先じゃないですか。だから裏も刃先じゃないですか。なんで正直切り刃これ見たら分かるんですけど、僕切り刃2000番で終わらせてるんですよ。2000番で正直十分だから、むしろその方がいい場合もあるからですね。これをもう例えば8000とか1万とか言っても、見た目は良くなったりとか見た目こだわる人はもちろん当てた方がいいと思うんですけど、全然2000番とかでも十分
包丁としては使えます。ここが粗すぎると逆に食材がここ一応擦れる面ではあるんで、これが粗っとで切り刃を終わらしちゃうと錆びやすくもなるし、ステンでも錆びやすくなるし、切り刃の番手って上げれば上げるほどいいとかじゃないんですね。じゃないですね。上げてしまったらどうなるんですか？上げすぎると張り付きやすくなります。はい。めっちゃ鏡面使うと分かるんですけど、切り刃鏡面のやつ使うと分かるんですけど、もう動かないですね、急に薄切りしたら。だからある程度傷はあった方が効率、料理の作業性は良くなります。あれ機械でガーってしたらへこむっていう話したじゃないですか。はい。あれと格闘してきれいに整地したやつっていうのの食材の切れ方に対する違いともありますか？ありますね。それがこの後説明する、ホローグラインドとかエクボって全然いいですよ。はい。っていう話になってくるんですけど、もちろん切れ方は変わります。どっちがいいっていうのはあります。このいうのを切ったりするときはこっちの方がいいし、こういうの切ったりするのはこっちの方がいいみたいな感じですか？そうです。どっちが悪いとかはない？ないです。そうです。なるほどですね。はい。空気の通り道がある状態、そのホローって方が、じゃあトマトとかなんかあったとしてへぎ切り薄切りあれするときはホローの方が滑りはいいですよね。接地面が少ないんで、空気の通り道があって。そうですそうです。でカミソリとか研いだことある人分かると思うんですけど、もうホローなんですよ。だからめっちゃ切れ味いいんですよ。はい。じゃあ逆にどういう整地するのってどういうメリットがあったりするの？完全に見た目ですね。完全見た目ですか？はい、完全見た目になるんですね。はい。正直これもやるんですけど、切り刃この状態でも別に刃先だけ研いでたら包丁使えるんで、はい。だからその小刃がある程度厚くていいなら別に研がなくてもいいし、切り刃は。で切り刃がデコボコしてたって別にいつか取れればいいみたいな。そうですそうです。だから現実的なのは僕が実際現場で働く料理人だったら、もういつか取れるんで、切り刃のムラは1年後とかに整地できればいいやって感覚で研ぎます。でも多分僕らが求められてるのってもういきなりこの状態だったりとか、ムラムラのまま返したら下手くそって思われるし、知らないんでね、理解されることもあんまないんで。死ぬほど時間かかるけどね。いやいかんせん30分で仕上げてぐらいな感じの、ね、体験内容、さすがにこれはそうだから割に合わないみたいなとこありますよね。では次一旦いきますね。ではここから切り刃をきれいに研ぐためのコツですね。今言った通りきれいに研ぎたい人のためです。これは今から説明するのは正直だから、刃物として使うんだったらきれいに研ぐ必要はない。でこぼこのままでもいいし、でも、僕らが求められたりとか、やっぱ研ぎの楽しさとかっていうのはここにあると思うので、これはよく伝えたい部分ですね。まずすごい大事なことです。お二人は知ってると思うんですけど、まず理解しておくべきことは歪みの存在、エクボの存在、ひねりの存在です。これの3つを理解というか知っとかないといくらやってもなかなか綺麗に研げないですね。まず歪みからいきましょう。こうなりますよね。霞の包丁もいろんな包丁も曲がるんですよ。曲がったままだと当たり前ですけど綺麗に当たらない。まずこれを直す必要があります。なんでだから本焼きの場合はタガネ入れたりとかすごい専門性高いですけど、霞だったらこういった小磁棒とか使って直す必要がある。はい。でまっすぐにしてからまず研ぎましょうっていう話です。であとエクボですね。エクボは何かっていうと、基本これ新品の状態でこれ最初1分ぐらい当てたらもうこうなりました。僕これ YouTube の、動画でこれもしねぜひ見てほしいんですけど、すごい詳しく説明したので、本当にこういうムラの状態、切り刃って全然新品はあれってブラストとか、化粧してしのぎもまっすぐ、なんかしのぎ縦もしてるんでまっすぐなように綺麗なように見えるだけであって、実際は全然ムラムラじゃないですか。はい。しのぎも全然合ってないようなもんだし、メーカーというか職人によりますけど、なんでこういうのが当たり前だよっていうものですを伝えてます。でこうなってるとか、これがこういうへこみがエクボですね。はい。一番エクボの時に気にしなきゃいけないのが、刃先以外にエクボがあったら別にいいんですよ。でもこれ正直言い方あれですけど最悪です。これは刃先にこの部分これ当たってないんですよ。エクボへこんでる状態。これって刃付けしてもここだけへこむし、薄いし脆い。これはちょっと研ぎ職人
回転砥石でやる人はこれすごい注意してほしい。一番た場合コバつけてもあんまり当たってないってことそうですそうです。切れないですだからこれ以外のところがコバついてここだけもう全然そもそも当たってないみたいなことになるんで、これはもうめっちゃだいぶ減らしてってやんないと。これって回転砥石で作ってる時って分かんないんですか？いや僕はどうなんですかね、分かるんじゃないですか。多分ですけど振ってる場合は多分こう回転砥石がそうこう振ってるやつあるじゃないですか。あれでやるとこうなりやすいんだなとは思うんですけど、ガタガタのやつガタガタのやつなりますよですよね。なんでだからそれじゃないですかきっと。そうなってる包丁見た場合はもう全部研いであげて当てなきゃってことですもんね。そうです。もう本当に僕が一番やばいぐらい8時間10時間当たり前です。このでかさは時間かかる。これね多分一般の人から見たらちっちゃく見えると思うんですけど、僕らからしたらでかいですよねこれでも。このパターンは大変ですよね。そうこのパターンは、一番相手したくないやつですね。僕も回転砥石最近勉強してますけど、こういうのに注意したいなとはやっぱ思いました。実際難しいですしね、すごい思いましたけど。では次いきます。エクボの他にフォローというものもあります。このへこみですね、切り刃のへこみ、エクボだけじゃないです。あえてフォローにしてる職人もいれば、自然とフォローになっちゃう人もいます。どっちかは分からないんですけど、こういう状態ですね、フォローグラインド。はい、これはもう刃先はもう綺麗にこう当たってますよね。だから別にこのへこみはもう放置しててもいいし、むしろこれがいい場面の場合もあるので切ってる時に。はい、ただ、よくフォローの方がいいんですか悪いんですかみたいな話もあるんですけど、一般の人がフォローを再現するのって無理なんですよね。はい、なんで、再現できないので結局このフォローはいずれなくなっていく消えていくんで。ただ相当そのフォローの切れ方が好きな人だったらやる人少ないですけど、かまぼこ砥石作って自分でフォロー作ったりとか、切り刃だけ指で研磨剤当ててめっちゃこすってフォローにしたりとかする方はいますけど、再現性が低いっていう感じですね。かけやすかったりしてないんですか？かけやすいですよ。はい、ここ弱いんで、はい、めちゃめちゃかけますよね。かけやすいです。フォローかけやすいです。じゃあ硬いものを切る人、よく切る人とかはフォローは絶対しない。しない方がいいですね。例えばフォローでかぼちゃ切ってもうちょっとでもこじったような力が働いたら本当にパキーンとかいきますね。はい、ではこれもよくあるパターンですね。これ裏の裏のエクボというか、こことか裏はがっつり当たってないです。でここは当たりすぎ。正直僕こんな絶対広げたくないんで、僕の裏押しの理想の幅って本当に 0.5 前後こんくらいなんですよ。で手でできるんですか？どれこれから太いの細いのできないです。できないできないですできないです。はい。できたら天才やな。物理的にできますよ。ただそれをやる人は僕知ってる中で2人ぐらいしか知らないですけど、手でできます。かまぼこ砥石で、はい、なるほどね。はい、できるんですけど、もうほぼ無理ですよ。もうバカむずいっす。そうなんですね。日本刀って型は？両刃っすけど、かまぼこ砥石での点での時なんで、技術次第では裏作れます。あとジグっていうか本当にこの包丁のための R のかまぼこ砥石作っちゃってゆっくりこうすれば作れますよ裏。かまぼこ砥石で作れるんですか？ダイヤでそうです。そういうこと？はい。どっちかといったら修正砥石を下に置いてそのかまぼこにしたい砥石を持ってこうやった方がやりやすいですけど、綺麗なカーブは描きやすい。この包丁は僕からしたらもうリセットにちゃんと信頼できる包丁屋さんにもうリセット出しますね。もう本当切れないんで、裏鈍角にするしかないんで、刃をつけるとなったら。やっぱそこは広いと切れ味もやっぱ変わってくる。広いと切れ味ももちろん変わって、擦れる面が増えるってことは擦らなければ擦らないほど食材にとってはいいのでだし、この一番最悪なのはないところ、裏が出ないところ、ここはもうどうしようもないじゃないですか。相当鈍角にしないと、両刃にしないといけないんだ。こういうなったら両刃にして刃つけなきゃいけない。これはマジで難しいと思う。そう
でこれも注目してほしいんです。これ一見綺麗なんですよ。でもここ当たってないの分かります？はこういうのもあります。ありますあります。そう。そこに引っかかるってこれね、これはね、重要ですもんね。そう。これあっちゃったらもう多分ここら辺までへこんでるんで、しばらく研いでも同じ状況が続くだろうなと思うんですけど。両サイドが広がりますよね。はい。だからこういう時は、僕だったら出しますけど嫌なんで。でも一般の人だったらちょっと出すまでは別にいかないってなったら、ここだけとりあえず物理的に帰り取って立ててというか砥石の角を使ってみたいなやり方は説明はしたりします。では3つ目ですね。この、ひねりについて言います。テーパーというのは先細り、先に行くに従って細くなっている状態のことをテーパー構造と言います。なのでテーパーは覚えてほしいんですけど、で、内刃物は基本的にテーパーありますよね。テーパーが包丁の峰を見た時にここ細くなってくる状態で、こうなってて、で和包丁の場合特に裏は平らじゃないですか。ってことは刃元は鈍角、切っ先がめっちゃ鋭角なんですよ。はい、なんでこの切り刃の面見た時にひねられてる状態、プロペラ状って僕ら言うんですけど、もうプロペラ状になってるんですね。こっちが鈍角でこうなってる状態、こう鈍角でこう鋭角になってる状態だから、何が言いたいかっていうと、こういったテーパーの包丁って平らな面が存在してないんですよ。だからそのプロペラになってるってことを意識して研がないとめっちゃムラになります。例えばじゃあよく調理師学校でも A と B 分けて研ぎましょうとか、もう一点に集中して研いでる方っていうのは、そこ平らになっちゃうと絶対線ができるんですよね。ムラになっちゃいます。なのでどう研げばいいかっていうと、そのひねりがあるんだな、平らな部分は一個もないんだなってことを理解して研ぎながら、指のこういう感じで研ぐんですけど、これ赤が指の置く場所です。切っ先が、しのぎ側、刃元に行くに従って刃先側に指を置くとひねりに合わせたように研ぎやすくなります。はい、ただで研いでる最中も大体研ぐ人差し指と中指で研ぐと思うんですけど、研いでる最中もちょっともう極小で動かしながら研ぐみたいなイメージです。下に動かしながらそのひねりを感じながらここに指を置いて研いでても、力加減はこの中指と人差し指の中でちょっと移動させてるイメージ。常にひねらせてるというか、プロペラに沿わせて研ぐには力加減を研ぎながら常に分散させながら整地していくってことをしないと、平らな面が出た時点でもうムラになりますねっていうのが厄介なっていうか、すごい難しい。こう薄くなってるんで、はい、確かにそれはそれってあれですよね、切り刃をきれいに研ぐ。そうです。切り刃をきれいに研ぐためのパターンです。だから別にムラになってもいいんですよ。そう。ただきれいに研ぐんだ、なるもんですから、なるもんなんで。素直にそうです。素直に逆らってそうです。こうやってる。はい。いやこれはむずいよ。難しいです。なきり、そっか、なきりも和包丁はかなりひねり強いだけで、洋包丁でもひねりはありますよ。もちろんテーパーがあって基本的にひねりあるもの多いです。だからひねりないものはもうプレスでもう峰の厚みも全部一緒、刃先もここら辺の厚みも全部一緒で、刃先だけ鈍角になった刃がついてるやつはそういうのはひねりないですけど、大体基本ひねりあると思ってひねりに従って沿わないとムラになりますってことですね。なんで切っ先ばっか研いじゃうとこの赤い部分が平らに当たりやすくなります。で逆に視点をこっちにしちゃうとこの白い部分だけが当たるようになっちゃいます。これあんまパターンないんですけど、赤い部分のパターンがすごい多くて、よく言われるのが刃元は全然当たんないんだけどって人多いです。僕これなりますね。僕もしようと思ってやめたもん。そうそういうことなんです。刃元当たんないんですよ、これを知らないと。僕も最初この悩みにぶつかって、そういうことなんだと思ったので、じゃなるなと思って、そういうこと。刃元当たりにくいですね。この3つの歪みがあります。まず直すべきですよ。でエクボとひねりの存在をしっかり理解すること、はいですね。では次いきます。
では今いきますね。切り刃をきれいに研ぐためのコツは今の理解した上で、じゃあその今で整地ですね。整地の徹底が必要です。はい。傷が見えやすい砥石を使うこと、ひねりに合わせて研ぐこと、コバが消えないように注意すること、この3つを基本押さえてれば、まあもちろんたくさんあるんですけどコツは一応まあ大きくはてかすごい注意してほしいのはこの3つで、砥石って特に砥石の吸水するタイプ、泥が出やすいタイプってめっちゃ濁るんですよね。傷が、切り刃が。それって傷分かんないんですよ。確認できないんですよ。なんで泥が出にくい砥石だったりとか、特に電着ダイヤとかが一番いいんですけど、そういうのを使ってちゃんと傷跡を見ながら研ぐってことが大事ですね。でひねりに合わせて研ぐは先ほど説明した通りです。でコバが消えないようには、コバが消えるイコール破線が乱れるなので、これはかなり注意して研ぐ必要があります。整地するときに。なんであらかじめ最初にちょっともう切り刃だいぶこれ削るなと思ったらあらかじめ厚めにコバつけてもいいし、その都度コバつけてもいいし、はいって感じですね。例えばこれ整地完了した状態なんですけど、これ小結ダイヤモンド砥石の200番です。荒砥でここまできれいにしちゃいます。でこれ1000番なんですけど、やっぱ1000番とか当てるときれいに整地できてれば刃境もしっかり見えてきれいに研ぐことができます。だからまずここを徹底することですね。これができてしまえばあとはすごい、天国のようなすごいきれいに研げます。それまで作ったらあとコバでもうパパパってやって終わりですか？終わりでもいいです。僕はもっと2000は当てたい人です。切り刃1000だとちょっと粗いというかざらつきがやっぱ触っててもちょっとザラザラするんで、切り刃は2000以上は当てたいなと思います。刃先も別にあえて1000で終わらすパターンもあるし、5000の方がいいパターンもあるし、8000当てたの方がいいパターンもあるし、切るものによってそうですね。では次、これはちょっと復習です。包丁研ぎの流れ改めて、切れない表研ぐ裏研ぐ返り取る、このシンプルな包丁研ぎですよね。これが刃をつけるためです。でこっから先ですね、さらなる高みを目指す人は、ここから仕上げ砥石を当てて滑らかな切れ味にしたり、切り刃を研いで抜け感を良くしたり、数種類の砥石を使って見た目を美しくしたりとか、基本はこれでここからじゃあどうするかで砥石とか当て方が変わってくるって感じですね。なんでお客さんに説明するときに砥石何番手どれ集めたらいいですか、何番から当てたらいいですかっていうのは基本的にもう刃こぼれとかない限りは僕はもう1000番1つあればいいと思います。はい、荒砥石当てる必要もないし、はい、なんで1000番の砥石1つあれば包丁研ぎはできるってことを伝えると、ハードルを下げてあげるイメージで言ってあげるといいと思いますね。いきなり3つ揃えましょうって結構ハードル高いんで、まず1000番からでこれで切れるようにはなるし多分満足してもらえると思うので、ここから包丁研ぎ楽しいなとか、もっとちょっと番手上げてみたいなってなったら2000番3000番上げると滑らかになりますよってことを伝えてあげるとか、その場で紙切らせてとかトマト切らせて実感させてあげるっていうのをやると仕上げ砥石欲しくなったりしますので。では次、すごい伝えたいこと、研ぎをする人に伝えたいことなんですけど、結論としては包丁の研ぎの正解を知りたかったらもう料理するしかないんですよ。はい、聞くだけでも相当ヒントになりますけど、僕の話とかでもやっぱしてほしいし、本当に知るためには料理をするしかないと思います。はい、最初に伝えたんですけど、研ぎだけをする人からよくある質問で、コバってどこまで薄めればいいですか、何番までやってますか、両刃5対5で研ぐべきか、しのぎは肉抜きどこまでしたらいいか、研ぐタイミングとか、あとよくある失敗例ですね。薄めすぎ、良かれと思って形を修正してしまったり、本来全部いきます。ベタ研ぎしたり傷をつけたり絵を汚してしまったり自分好みの講座へ進めてしまったり、この辺りちょっと今深掘りしていきたいんですけど、切れ味だけを求めるともうベタ研ぎでいいんじゃないとか、薄ければ薄いほど。でもそうじゃなくて、ただ弱々しい刃になって紙は切れてもまな板当てた瞬間潰れたりとか、するので、全くそういうことでは薄めれば薄めるほどいいってわけでは全然ないってことは分かったと思います。で、これですね、これも注意が必要なんですけど、僕が実際経験あったのが、先丸の包丁をあえてもっと先丸に R 強くしたんですよ。そういう切り物がしたかったんで、それを包丁屋に持ってって研ぎどうですかねって言ったら、これ研ぎ下手やなというか、あかんなみたいなこと言われて、わざとそうしたのに否定されたんですよね。
それってだから結局形ってユーザーが決めることなんで、その研ぐ人は決めちゃダメなんですよね。それ言われてる、お客さんは例えばそのつる首とか、まあ、やっぱそれでそれを使ってる人がいるからそれをと思って綺麗にまた修正してしまうと、逆にこうそういうのが発生してしまうんで、もうそれはそれでもう正解じゃないですけど、そうですそうです。そのまま変えてって言われない限りは、そうだからちゃんと、まあ、コミュニケーションを取るべきなんですよね。で最初からいきなり否定から入るんじゃなくて、まあこういうあえてその形にしてるのか、そうなってしまったのかっていうのはまず聞かなきゃいけないです。ここはすごい大事ですね。言うたら掛けも取った方がいいのか取らない方がいいのか、ここはもうやっぱりあるじゃないですか。ちっちゃくなるけどどうしますか、はい、そうです。寿命が減るんで、それもあれと思って掛けまで取ってなんかちっちゃくなってねみたいな感じでやったらもうやりましょう。そうですそうです。はい。だからまあ依頼してくれる人が求めてる切れ味とか価値観が違うんですよ。この2つも特にですけど、要は肉抜きするってことはブレードを傷つけるってことなんですよね。それ嫌がる人意外といて、せっかく私の可愛い子ちゃんが残酷に帰ってきた。実際ちょっとこれ見せますけど、これある人です。メンテナンスから帰ってきた包丁が見るも無残な姿になってしまった。もうこれはちょっとひどい例ですけど、これをこうなってしまってもいいですかみたいなコミュニケーションがだから絶対必要なんですよね。側面問いで。裏とかそう裏とかも特にそうです。やっぱ買った状態のそのもうまあ綺麗な状態に戻すっていうのはなかなかやっぱ、設備もあるけどです結構難しいものがあります。砥石で綺麗にしましょうとかって時間もかかるし、そうです。だからまあそれを説明しなきゃいけないですね。だからまあこうなってしまいますよっていうその場で見せれる資料は絶対準備してた方がいいし、トラブルを防ぐために。はい。であとこれも絵を汚してしまうですね。やっぱ綺麗な状態に価値を置いてる人多いので、絶対研ぎ泥が出たら特に頬の木とか、まあ白木はすぐもう泥ついただけで黒くなるじゃないですか。だから僕は絶対マスキングテープして汚れないようにはしてるんですけど、まあここもあるあるですね。それしない人結構見るんで、まあここの価値観がずれてるとトラブルを生みます。であと自分好みの鋼材ですね。やっぱ研いでる人からすると白ってめっちゃいいんですよ。研ぎやすいし白大好きになるんですけど、実際料理してみると、まあ、鋼で例えばフルーツ切ったらあんまり美味しくなくすごい鉄臭気になったりとかして微妙な結果に終わったりするんで、まあ、ちゃんとこれを知るためにもやっぱ自分が料理してその鋼材が適してるかを知って相手に合わせて鋼材を進める必要があります。はい、この間先生が言ったからスーパーで買ったやつはステンレスで切ってみたいな話だったじゃないですか、はい、あれはやってみました。あ、本当ですか。確かになと思いました、これは売り文句やと思って、もう自分で開発したかのことく。そうですそうだからステンと鋼ってね香りが変わるんでやっぱ両方持ってた方がいいかなと思う。そうです、切るものによってもなので、まあ、これらは切る食材切る厚み求めるクオリティ切れ味あと使い方によって正解は全部変わるんで、これを知るためにはやっぱ自分が食材を切ってみるしかないので、もちろんね僕の話聞いてそれをヒントに参考にしてもらってもいいんですけど、やっぱ試して自分のものにしてほしいですね。はい、なんでじゃあこれを知るための具体的なアクションプランとしては、まあ、今言ったように実際に切ってみる。例えば、まあ、端から切るぶつ切りする、まあ、要は片刃と両刃でどう変わるデメリットメリットあるのか分かるんで。はい、とか硬い食材切ってみる柔らかい食材切ってみる背の高い食材切ってみる背の低い食材切ってみる右から切ってみる左から切ってみる薄い包丁使ってみる厚い包丁使ってみるで片刃両刃使い分けてみるでステンと鋼で切り比べて味を確かめてみるでしのぎありしのぎなしとかあと量を切るですね。ここも大事でプロの料理人だったら1日にたくさん切るんでそれに耐えられる包丁がどうなのかってことをやっぱ自分で切らないとわからない感じですね。すごいこれやると気づきがたくさんあります。はい、ちょっとここだけ言いますね。背の高い低い食材これ面白いんでさっき僕青ネギで片刃の例言って青ネギをもう繊細に切り物しないと片刃じゃないとできないって言ったんですけど、切るものが例えば玉ねぎになって背が高くなったら両刃の方が繊細に薄く切れます。ずっと背が高くなったら片刃で切っちゃうと絶対こう入るんですよ。この背の高い低い食材の柔らかい硬い背が低かったら片刃が良かったんだけど高くなった時点で両刃が良くなったのはあるので、そもそも料理ってそんな求められないんですよね。
例えば木のテーブルとか、木材、大工仕事はもう精度が求められるじゃないですか。ぴったり90度みたいな。だって使い物にならないから。だから型場でめっちゃ大事なんですけど、料理は正直別にいいんですよね。そんな背が高くなるとこう斜めに入っていくんですか？裏好きにこう沿ってこう入ってきます。低かったらそれが確かにそう低くて、しかも青ネギってもうペラッペラじゃないですか。低いし柔らかい食材なんで、それがそうはならない。でも硬くて背の高くなったら、両刃の結構フルフラットの系の包丁の方が玉ねぎのオニオンスライスとかは綺麗にできます。寿司職人の人とかって巻き系のやつは型場で切るんですかね？巻物。いや、あれはもう目の前に刺身包丁があるから刺身包丁で切ってる人多いですけど、実際寿司切り包丁って両刃なんですよ。両刃のやつ、はい。いやね、寿司屋に行って巻き物見てこう出てきた時にね、これがねこうガタガタになってる人たまにいるんですよ、ね。います。あれって高いとこ行ってあれって要はぶつ切りなんで、ぶつ切りはそうなりますねっていう。氷を切ることが多くて、バーテンダー、はい。あれ切るときにどっちにしようかなと思って、型場作ってるんで型場でこう切ってるとやっぱこう入るんですよね。なるべくこうまっすぐやってないなと思いながら。なんで氷だと裏ベタ、裏隙がないやつ、裏ベタの方がいいと思います。で両刃の方がいいってことですか？両刃裏ベタ。確かにそうですね。両刃でやってて型場でやってみよう。たまに出刃とかでやってる人いるんで。はい。だから骨すき包丁とか氷僕はめっちゃやりやすいと思います。研ぎ方いろいろこれも紹介したいですね。なんでこういうのをじゃあどう変えていったらいいかっていうので、いろいろパターンあると思うんですけど、パターン A がもうシャープナーと一緒です。刃先だけを研ぐ。パターン B が肉抜きをする。砥石で側面と刃先を研いで。でパターン C が型場風に研ぐ。これぞれメリットデメリットあって、メリットがパターン A はもう常に肉が厚くなっていくんでかけにくくなります、もちろん。でパターン B で研ぐと、抜けも良くなって新品時の切れ味を保てる、もしくは新品以上に切れ味を良くすることができる。はい、でパターン C の型場風は型場風に研ぐことができるですね。はい、だから端から薄く剥くってことに適してきます。両刃包丁でもやっぱり。はい、でデメリットはただパターン A の場合これは抜け悪くなりますよね。どんどん食材が割れたりとかしてきます。でパターン B は、薄めすぎるとかけやすくなります。でパターン C はぶつ切りが苦手になってきますっていう感じで、いろんなパターンありますよね。で、これもお客さんによってお客さんの持ってる包丁によって注意なんですけど、型場研ぎする場合の注意点は、合わせ包丁の場合片方に研いでいくと、ここ刃先に注目してほしいんですけど、ここの刃先とここの刃先、これ前後の場合はどう研いでも刃先に鋼が来るんでいいんですけど、合わせの場合は10対0で研ぎ続けちゃうと刃先に軟鉄が来ちゃうんで切れなくなります。意外とこういう方多いと見たことあると思うんですけど、だから必ず合わせの場合は絶対に鋼が刃先に来るように、別に5対5である必要はないんですけど刃先にある必要は絶対あります。だから7対3でもいいんですけど刃先に必ず鋼が来るように、はいって感じですね。あとこれもちょっと紹介しておきます。いろんなこれナイフ業界から僕は拾った言葉なんですけど、ホローグラインド、フルフラットですね。ここが一番厚くてそこから三角形で、セイバー、これしのぎありの両刃とかセイバーですね。でスカンジがよく100均とかのもう本当に板抜いて刃先だけつけたみたいなやつとか、コンベックスっていったら、ハーマグリバーのことです。でここも注目してほしいんですけど、ホローの場合はしばらく小刃研ぎだけでもいいの分かりますかね。もうめっちゃここずっと薄いんで。そうです。だから僕はもしホローの包丁使ったりとかしたら、もうしばらく小刃だけ研いで、切っていく段階でちょっと厚み感じるようになってきたら初めて切り刃を研ぐみたいなイメージで僕は研いでますね、ホローは。であとこれも大事です。このセイバーとこのスカンジ、このタイプでやっぱ一番の違いってこの刃先に近い厚みなんですよ。刃先は紙は切れても食材、これ両方同じように紙は切れるんですけど、食材切った時に全然違いが出て、もちろんこれとこれでやっぱ刃先に近い厚みがどの程度厚いのかですごい切れ味変わってきます。でじゃあこういう包丁を今後どう研いでいったらいいかっていう時に、いろんなパターンありますよね。刃先のまま研いでもいいし、もっとしのぎをつけるような感じで寝かしてもいいし、もう完全にベタ研ぎしてフルフラットまで持ってってもいいしみたいな。だから逆を言うとこれが一番その自由度が高いというか、ある程度研ぐ技術が上がってきたら
もう自由に研げるみたいな、大変ですけど。であとここもですね、この前話しましたけど、もう1本を万能に使いたいっていう人需要多いんですよ。特に主婦とかですね。具体的に言うと切り物のクオリティよりも毎日の家庭料理のためにやっぱ汎用性重視の場合です。だからもう迷ったらとりあえずこれしといたらいいなっていうイメージで聞いてください。はい。これは実際僕は料理して、こういう刃付けがいいだろうなと思った僕推奨です。もししのぎありの場合だったら、コバはもう約 0.8 ミリがちょうどバランスがいいなと思います。かけにくく切れ味も悪くなく。であと切り刃に関してはこの 0.8 になるように調整します。はい。これですね。であとはもしくはしのぎない包丁だったら僕はハマグリにしますね。刃先だけだいたい刃先から、1センチ程度をちょっとこういう円をちょっとこう描きながら研いでハマグリにするみたいな。であとこれも言うの忘れてました。刃角は35度でやります僕だったら。はい。その30から40の中でも一番バランスの取れた35度。40までいっちゃうとやっぱちょっと鈍角すぎるというか、レバーとかだったらいいですけど万能に使うんだったら35ぐらいがいいなと思います。で今1本万能に使いたいのってことを伝えたんですけど、僕のおすすめはやっぱこれらを説明した上で伝えたいこととして、やっぱおすすめは二刀流です。どういうことかっていうと、勝負時で分ける。トマト切る時、鶏肉切る時ってやっぱ切れ味のいい包丁必要なんですよ。そういう勝負する時用の包丁1本と結構粗く使ってもいいような包丁1本で二刀流でやることで切れ味が分散するし研ぐ頻度も全然変わってくるのでってことを伝えてますね。ぜひ二刀流どうですかみたいな、2本持ちみたいな感じです。では一応もう最後なんですけど、はい、ちょっと休憩しますね。ここまで大丈夫ですか？全然大丈夫。もうちょいちょい聞いてたことがこう今入ってきてるんで。よかったです。よいしょ。ではここちょっともうテンポよくいきますね。復習も兼ねて。よくある質問、これチャット GPT に聞いて投げてもらいました。はい。同じような内容もあるんですけど、復習も兼ねて言っていきます。1、包丁はどのくらいの頻度で研げばいいか。これよく聞かれると思うんですけど、なんて答えてます？切れなくなったらそうですね。自分でなんかもうちょっとあれ最初と違うなとかどうでもいいんじゃないですかみたいな。そうですね。難しいです。難しいです。結局その人が普段どういう使い方をしてる、何を切ってるかにもよる。そうですよります。いやめっちゃもう絶対外食せずに自分で全部作りますみたいな人だったらまあの頻度でも別になんかもう適当でいいみたいな感じだったらそんな。これ難しいですよね。本当にそれだけなんで、切れなくなったら鉛筆と一緒で細い字が書けなくなったらもう削りなさいみたいなイメージなんで、それでもいいと思うんですけど、どのくらいの頻度で研げばいいかって人の切れ味を求める価値観によって全然変わってきて、例えば僕だったらもうトマトを切った時にトマトが動いた時点で僕はもう絶対研ぐんですよ。そういう切れ味の価値観の人と一般の普通にもう本当にもうびくともしないみたいな、全然切れないってなったら研ぐって人もいるので、セットで伝えてほしいこととして、例えばプロの研ぎ師こうしてるよとか料理人はこうしてるよってことも伝えるといいと思ってて、それが僕の場合もですけど、一応料理した日に僕砥石当てるようにしてて、でその砥石ってもう本当に仕上げだけしか当ててないんですよ。切れるけど研いでるんですよ。週1で例えば日曜日は研ぐ日にしようとか、月に1日は研ぐ日にしようとかルーティーンで決めてもらった方がいいですね。切れなくなってもダイエットと一緒で太って痩せるのってすごい大変ですけど、常に運動してたらいいでしょ。別に大変じゃないじゃないですか。包丁も一緒で頻度高く、別に仕上げだけでもいいから頻度高く上げてたら常に切れ味キープできるんで、なんで切れなくなったら切るのが当たり前というかそう思うと思うんですけど、別に切れても研いでもいいよってことも伝えてあげると、それのメリットはあるので、でかいので、ちょっとお客さんの性格とか考えた上でいろいろ僕も言いますけど、どういう人かみたいな。はい、あと研ぐ時の力加減ですね。これもちょっと数字で僕出しました。すごい難しいと思うんですよ。研ぐ時どんくらい力、映像で伝わらないので。では具体的に、言いますね。刃先と切り刃でも考え方変わります。刃先の刃付けに関してはこれ僕、200g って言ってるんですけど、スケールに指のっけた時に200gぐらい。
これどんくらいかっていうと、ただ豆腐があったとして豆腐を押さえた時に潰れないぐらいだから結構弱いです。相当弱い力です。でも場合によって違って刃こぼれしてたらもう体重乗せます。もう2キロとか3キロとか場合によっては4キロ5キロがっつり乗せます。それは想像つくと思います。そうしてると思うんで。で切り刃に関してはもう肉抜きするときは本当がっつり入れますね。がっつりもうエクボもあって相当早く成形したいときは入れますけど、徐々に力抜いていきます。はい。で化粧とかするときはもう本当にうっすらです。特に天然砥石とか仕上げ砥石で綺麗に出したいとき、もう例えばこういう綺麗なにしたいときですね。これは違う。こういうときはもう本当に置くだけレベルなときもあります。化粧して。いいですか？どうぞ。この包丁の角度ってどうしてます？この包丁の角度はもうこの映像の角度ですか？出しますね。俺らは45度って説明します。書いてるしね。これ分かりやすいと思うんですけど、その角度による特徴が出るんですよ。基本は45度です。ただ縦研ぎすればするほどまっすぐシャープになりやすい。横研ぎすればするほどハマグリになりやすい。でストロークが小さいほどまっすぐシャープになりやすい。やっぱそうなりますよね。なります。これもったっちゃう。だから向きとかストロークの幅とか指差し型握り型とか砥石の硬い柔らかいとかで刃先の状態変わってくるので。じゃあなんか切り刃のとこ縦でしてもなんか変わりません？変わります。ひねりがもちろんひねられてるんで、変わりますよね。変わります。しのぎなしのやつとかだと横研ぎの方がいいんですか？しのぎなしでなしのをしのぎをつけるって目的だったら縦研ぎであればあるほどいいです。ハマグリにしたかったら横、そうです。横ってもう結構ほぼ横です。基本は45度だけど研ぎたいあれによっては角度変えてねみたいな感じで。そうです。であとここ説明したいです。押す時に力入れる、さっき言いましたけど押す時に力入れると刃先が削れやすいです。引く時にじゃあしのぎを広げたい時、要は切り刃を広くしたい時は逆に引く時に力入れるんです。そうするとしのぎ側が当たりやすくなります。そうなんですね。これ回転砥石お二人使ってるのでこれ想像つくと思うんですけど、回転砥石こう回転してるのに対して刃先包丁を置いた時って奥が当たりやすくないですか？砥石ってこう回転してますよね。こうした時に多分こっち側削りやすいですよね。はい。それと一応同じことを言ってて、これ刃が回転砥石と違うのはこれ刃が下じゃないですか。で押す時力入れるってことは砥石が下にこう移動してるってことで、こういう状態と一緒なんですよね。こういうで刃先下なんで刃先に力が当たりやすい。はい、だからこの力入れる方向というか押す時力入れるか引く時力入れるかで削りやすい場所が変わってくるので、これを操作したら面白いです。だから押す時力入れる時は刃先もう刃をつけたい時はこれですね。早く小刃を薄くしたいとかはこっちです。で、しのぎが引く時力入れるっていうのは切り刃のしのぎ側を削りたい時、切り刃を広くしたい時とか、こうするとこういう力の入れ方で変わってきます。で砥石の番手って何を使えばいいの？元の状態によりますよね。刃こぼれしてたらアラート使わないとやっぱいけないしっていう感じです。全然ただ刃が落ちただけだったら全然旋盤だけでもいいですね。で包丁の刃こぼれは自分で直せますか？これももちろん直せますね。研ぐ角度ってどうやって決めるの？これもさっき言った半分半分半分ってやったらうまく決まります。砥石の表面がへこんできたけどどうすればいい？これはやっぱ砥石へこんでくるんで常に修正は必要ですってことですね。はい。でセラミック包丁も研げますか？こういう方来ます？セラミック持ってくる方。今まで2人くらい来たんですけど、全部ここ全部無理です。返してはいるんです。実際研げないですよね。ダイヤなら研げます。ダイヤなら研げます。そう。でもボロボロになりません？ボロボロになるんでお金が焼結電着ダイヤはボロボロになるんですよ。粗い板でしかないんで。でも焼結ダイヤは細かい板手もあるんで、そういうのあれば滑らかにもできます。だからその砥石が高いですね。で錆びた包丁も研いだら使えますか？はい、もちろん使えます。ただ光色って分かります？もう錆びの穴ステンでも全然できたり、あれがあっちゃうとやっぱすごいめっちゃ削んないといけないですよね。で研いだのに切れない原因は
こういう質問って来ます？なんか家で研いだのに切れないんですよ。質問ではないけど、なんか家で研いだのに切れないんだよねみたいな人はいます。まあ、これ原因いくつかあると思ってて、まあ、まず帰りが残ったままよくあるのが、で鈍角すぎ、もう50度60度超えたらほんと切れなくなるんで、であと言ったように本人は30度とかでやってるつもりでもこうなる人多いんで、そうなったらもう絶対60、70いくんで。一回鋼が入ってないこともあったんですよ。マジで、半分上鋼が入ってなくて、どんだけやっても出ないんですよ。安価な合わせ包丁は鋼が要は半分ここら辺までしか入ってないから、これ超えちゃうと鋼がなくなりますね。どうしてもこう分離される。そうだからその理由もありますね。これもちょっと言いたいです。まあ前ちょっと話題になりましたけど、研いだ後すぐ料理していいんですかっていう、これあるまあ有名なドラマのワンシーンで包丁研いだ後使うなっていう上司が怒ってるシーンがあるんですけど、まあ、鉄の匂いがつくからみたいな。これまあ僕も気になって自分で試したし、まあ、いろんな人の意見も聞いたんですけど、科学的には確かにそうっぽいんですけど、僕も理解したんですよ。でも経験上それを感じたことがないので、僕はこれは今のところ完全否定します。別に研いだ後24時間後切ろうが、研いだ後もうすぐ切ろうが、僕は違いを分からない。手に匂いつきます？砥石の泥がもちろんそれはつきます。砥石の匂いとかはどう思います？砥石の匂いなんかするよね。そのことが広まってそうなったんですか？かもしれないですね。あと普通に番手が荒ければ荒いほどつきますからね。溝にその泥が匂いが残ってみたいな。じゃあ切れ刃も2000番くらいまでやった方がいいですか？そうですね。そうなるとそうです。1000番だとちょっと全然荒くて匂いが。はい。ただこの時間経過によっては僕は分かんないっていう話ですね。はい。分かる人いないと思う。もし分かる人いたら僕会いに行きますもん。だから僕は今、現状僕自身感じたことないので、別に研いだ後すぐ使おうがどっちでもいいって感じですね。では次、粗と中と仕上げとの使い分けはどうすればいいですか。これも料理によって変わりますね。面白いのが味の染みやすさが変わります。煮物する場合は早く味を染み込ませたかったら、そう中と終わりとか粗めになんか表面がなる。そうですそうです。木を紙やすりでこすった時、例えば粗い紙やすりでこすった後に水滴を垂らすのと、もう超細かい紙やすり、カンナとか仕上げた後に水滴垂らすと弾くじゃないですか、カンナの方。その違いです。調味料の染み方が全く変わってくるんで。表面が綺麗だと弾きますね。そうそうそう。だからこれも、料理によって変えていくイメージですね。別に仕上げ当てればいいほど仕上げほどいいってわけではないです。しかも仕上げ当てすぎると香りしなくなるんですよ。らしさがなくなるっていうか、きゅうりとか野菜スティックをもうバッチバチに細かい砥石当てて切るのと、5000番ぐらいで終わらせて切るのだったら、大体の方は美味しいっていうのは多分5000番だと思います。らしさがなくなる、野菜の個性というか香りがあんまりしなくなる。一概にじゃあ細かいやつで研げばいいってわけじゃないです。何食べてんだみたいな。そう本当に香りがなんか全然しなくなる。確かに断面舌触りはいいんですけど、らしさっていうのがなくなります。なんでこれもだから料理しないと分かんないですよね。はい。であと研ぎの順番に決まりはありますか。これも基本的なセオリーとして倍です。倍もう例えば500、1000、2000、4000、8000みたいな、それを飛びすぎるとあんまり傷が消えないですよね。それは多分分かってると思いますね。で砥石を平らにする面直しはどのくらいの頻度ですべきですか。これはもう僕、砥石の減りやすさによりますけど、めっちゃ僕は頻度よくやってます。5分に1回ですよね。僕5分に1回とかレベルです。柔らかいやつだと本当にもっと早くやります。で研ぎの角度を保つコツはありますか。これもちょっと縦にすればするほど角度決めやすくなりますよね。横にしちゃうとブレやすいみたいな。両刃包丁の左右均等に研ぐにはどうすればいいですか。これ両刃包丁聞きましたけど、やっぱ右表研ぐなら右、裏研ぐならやっぱ左に持ち替えるっていうのを推奨してますね。めっちゃ話変わっていいですか。はい。面直しのあるじゃないですか、よくある目が入ったやつをどういう使い方してます？こうですか。縦もう絶対こうです。縦ですか。縦こうですか。はい。真ん中だけ減りませんこれ。
今右手に持ってる面直しが平らじゃないんじゃないですか。平らじゃないんじゃん。それもあるんだよ。はい、これが平らで減ってもう、平らだったらこう縦が一番いいです。こうじゃない普通だ。いやこれなんかこんな感じ。そう、手が砥石から外れたらダメですよ。この下の砥石の範囲内に常に力はないとダメなんで、この力が砥石から外れた瞬間かまぼこになるんで。ああそうですよね。小泉さんはやっぱブロックとか一番おすすめしてます。何をおすすめしてます？電着ダイヤです。そうです。ダイヤモンドの面直し。めちゃめちゃいいです。ありがとうございます。これ昨日お客さんにも紹介したもんね。これ買いませんかって言ったもん。絶対買った方がいい。これ1個あるだけで全然違う。めっちゃいいけど、いや面直しじゃない。普通に研ぐものもいいし、面直しもいい。面直しもできる。何でもあり。本焼き包丁はどう研げばいい？これも研ぎ方は一緒ですよね。ただ硬さが違うんで、ちょっと力加減にコツは入りますけど、要は霞の場合って軟鉄は柔らかいんで、普通に研いでたらしごの木がばっか広がっちゃうんで、ちょっと刃先に集中する必要あるんですけど、本焼きの場合はその軟鉄がないんで、ちょっとその力加減は調整は必要です。でステンと炭素鋼同じように研げますか？砥石の相性はあれど同じように研げます。万能に使うなら両刃と片刃どちらがいいですか？これは僕もう本当に教科書のような家庭料理を毎日するような主婦っていうのがターゲットだったら、もう両刃一択ですね。出刃や刺身包丁の適切な研ぎ角度が、これも出刃は要は骨に当たる刃物なんで、ちょっと40度目にとか小刃厚めにとか、これは変えます。刺身はもう柔らかいものしか切らないんで30度に近くて、しかも糸刃とかでいいって感じですね。ダマスカスや刃境線をきれいに出すには、これ砥石によってですね、ちょっとこの映像を見てほしいんですけど、これ前紹介したマイドってやつで、砥石によってなんですよ。結局模様を出せる出せないって砥石によって違って、これ実際そのマイドってこれダマスカスです。これ砥石で出るんです。だから砥石次第で模様は変えます。もちろんなんか水の出し方とか力加減で変わってくるので、一つの砥石でも研ぎ方を変えれば、水流しっぱで研いだら光りやすくなります。そう流水研ぎって言うんですけど。なんかありますね。そうですそうです。でもだから泥をうまく使うかどうかで表情変わってきます。泥を使うと曇りますね。はい。そうなんです。そうです。なんか研ぎ方でちょっと表面削って泥出して研ぐとかもあるんですけど、あります。曇らせるために。滑走感と曇らせるためと目詰まりを解消する。要はスタートダッシュって意味のその名倉砥石ですよね。そうスタートダッシュしやすい。泥がある程度あった方が研磨力だったりとか滑走感は良くなった経験あると思うんですけど、それを最初からできるみたいな。であとこれすごいありがちなミスで、しのぎをきれいに揃えるためにはなんですけど、もしさっきエクボがあるの、切り刃にはエクボとかムラがありますよね。要は平にもあるじゃないですか。だからうまくきれいに研げる人ほど平にムラがあったらしのぎは乱れます。はい。なんでそういう平がデコボコだからしのぎが崩れてるんで。しのぎがある理由って料理する人から言ったら何になるんですか？しのぎが別にまっすぐだろうが崩れてようが料理には別に支障はないです。関係ないです。なんで見た目ですね。これもしのぎをきれいにする。ただこれを求められるんで、しのぎ崩れてる崩れてない。ただこれは本当に元の形によるんで、これで悩んでる方は、しのぎ乱れちゃうって悩んでる方は切り刃のエクボ同様平にもムラがありますよってことですね。で裏押しと裏すき何がどう違うか。これは裏すきがへこみ、裏押しが裏の平らの部分。はい。これも意外と知らない人多いし、調理師学校でもこれは教えられないです。人造と天然の使い分けの基準は、正直本当に包丁として使うんだったらもう人造だけで全然いいです。てかもうこと足りてるので。ただやっぱ天然使う基準は天然ならではの見た目とか天然ならではのその切れ味を求める方は必要ですけど、もう包丁料理をするってなったら全然人造だけでも。天然の方が切れるんですよね。天然の方が番手なくて、人造の3万番とか人造の1万番でもう1万番の粒なんですよの集まりなんで、それを超えることもないし、その傷が入ります。1万のっ
でも天然は要はもう自然の泥というかなんで、もうそれがどんどん本当に傷なくなるんですよ。本当に傷なくなってどんどん細かくなっていくようなイメージつきますかね。天然ならではのやっぱすごいいい切れ味っていうのはあります。でもその面やっぱ表面にくっついたりはしますけど。そうですね。ただ凹凸なくなるといっても表面よりはそんなですよ。例えばこれ分かりやすい、これ天然研いだ後です。その鋼材の硬さによって、要は人造砥石って全部削れるんですよ。要は鋼材って炭化物っていうのがあるんですけど、炭化物も削ります、人造砥石は。でも天然砥石がなんでこうやって模様をきれいに出せるかとかっていうのは炭化物だけ削れないんですよ、天然砥石って。なんで鋼材違いがあったら鋼材違いでその硬さ違いで削れやすいとこ削れにくいとこ、反応するとこ反応しないとこ出て、こういった模様の違いが出ます。見た目とか天然にしかできないことはあるので、そういう場合は必要ですけど。で天然砥石の選び方、これも僕はまずはちょっと天然なら仕上げ等を使うって方多いんですけど、僕は中戸から使ってほしいですね。天然砥石の中戸は天然砥石の使い方を教えてくれるって言われるんで、その中戸である程度天然の研ぎに慣れたら仕上げに移ったら行きやすくなります。包丁を買ってすぐ研ぐ、これも価値観によりますけど、僕はすぐ研ぎますね。大体の包丁コバ厚いと思うんですけど、新品の包丁って。で錆止め剤を使った方がいいか、これは正直料理する側からしたらこのビニール錆止め剤っていうのはもう絶対してほしくないんですよ。味が変わる。味もう研いでてもその膜が出てくるし、でそれがなんか料理に入ると思うとすごい嫌なので。防水剤、多分あれですよ、軽いニスみたいな、今家事道場でも。あれって洗って取れないんですか？取れないです。シンナーじゃないと取れないです。あれシンナーじゃないと取れないんですか？そうです。だから立派な人取れないですよ。だからやるべきなんだなと思ってるのは、売る時にシンナーで取ってあげる、でそれで渡す。なるほど。はい。でも通販で買う人とか、てかそれをしてない刃物屋さんはもちろんもうビニールついたまま渡すんで、確かに長期保管とか美術品目的だったら防水剤は使ってもいいと思いますよ、薄膜は。でも料理ってなったらこれはもう絶対嫌ですね、料理する側からしたら。ペーパーナイフは全然いいと思いますよ。だって食材じゃないし。でもその世の中の新品でお客さんに届くものってそれがほぼ塗られた状態なんで。塗られてるんですか？塗られてる状態ですよ。全部が全部じゃないですけど。そういう場合どうやって取ってるの？僕シンナー持ってる人間はいいんですけど。匂いでわかるんですか？匂いじゃわかんないです。見た目テカリ具合。いやそれも綺麗に塗られてたらわかんないです。ビニールついてるし、使ってても一部分から剥げてくるんで、普通に研がずに料理してても。だからこれビニールついてるやつだなってすぐ分かります。じゃあちょっと最後、包丁の重心やバランスどう影響する、これすごい大事で、包丁って要は柄も黒炭、紫炭とか頬の木とかあって重さが違うってことは重心がずれるんですよね。で重心ってめっちゃ大事で、料理する人からしたら重心が前にあるかここにあるか後ろにあるかで、このまな板に内物っていうんですけど、こう切る時とか剥く時でめっちゃ影響するんですね。ゴルフやってる人とかも分かると思うんですけど、ゴルフのクラブの重心がどこにあるかで振り方とか全然やりやすさが変わってくるんで、だから包丁屋さんの人はこのバランスを知ってほしいなと思います。でそれぞれ好みが違いますね。なんか万能のやつだったらどこら？万能だったらやっぱここですね。真ん中。はい。ただその空中作業、剥き物が多かったらどっちかに寄った方がいいとか、内物が多かったらこっちに重心あった方がめっちゃしやすいです。重さで切れるので。内物するときこっちに重心あったら最悪ですよ。全然やりにくいです。先端が切れない。そう上げにくいというか変な力入るというか。最後です。最後にこの3つだけ伝えて終わらせてください。ちょっと時間だいぶオーバーしてすいません。ちょっと切れ味の味についてですね、4つの切れ味があって、その4つっていうのが刃付けと厚みと切り方と材質によって料理の味は変わります。まず刃付けは想像つくと思います。番点の粗さによって味が変わる。で厚みも要は割れる、強くこするか強くこすらないか、割れるか割れないか。切り方もですね、これすごい大事なんですけど、どんな高級包丁を使おうと切り方が悪かったらもうそれ切れてないので、
まあ、この切り方は全部僕からしたらそれってサイテルなので、切るっていうのはちゃんとつくか引くかっていう状態ですね。で材質、これもさっき言った通りステンか鉄か、あとセラミックかでも変わります。一番ちなみに味を変えないのはセラミックとかホーロー。一番だから日本料理でその本来のだし、鰹節と昆布のだしをそのまま味わえるのはホーロー鍋でだしを取ることなんですよ。ステンとか鉄のやつでやっちゃうと変わるんですね。だからこれも材質によって変わりますよ。これは前よく分かったと思います。であとこれもですね、世間の研ぎ事情、これを伝えておきたいです。僕いろんな調理師学校の生徒と話したりとか、実際僕が調理師学校行って職員もやったんですけど、正直包丁研ぎに関してはもう修正砥石も教えない、小刃の存在も教えない、裏すき裏押しの存在も教えないっていう状態です。ベタ研ぎが当たり前なんですよ。だしもう部分研ぎじゃなくてこっからここまで往復させて大きく研ぎなさいなんで、そういう教え方でそういう研ぎでできてたらいいんですけど、もうほぼほぼ包丁をすごい形にしちゃってる人がほとんどなので、伝えたいことですね。これは本当最後の最後です。包丁研ぎは楽しいよってことを伝えたいんですけど、よく包丁研ぎって切れなくなった包丁を切れるようにするためのもちろん作業じゃないですか。でも僕も最初はそうだったんですけど、包丁研ぎを知ってる時間が楽しく感じてきて、これは分かってくれる人、僕のね視聴者だったりとかには多いと思うんですけど、包丁研ぎたいから研ぐみたいな感じですね。刃をつけるために研ぐじゃなくてに変わっていって、実際そういう人が僕の周りは多くて、やっぱこれを伝えたいなと思ってて、研ぐことの楽しさ、そうすれば僕の目標は研ぐ人口を増やすっていうのが目標なんですけど、それに向けてちょっと今発信していて、一緒にこの刃をつけることもだけど、研ぐことは楽しいですよってことも一緒に伝えれるような教え方ができたらなと思ってます。自分らはほとんどこれ何も知らないんで、だから手で研ぐっていうのまずはこんな深い世界とは思わなかったので、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。すみません、だいぶオーバーしてしまいました。ありがとうございました。よし。